おはようございます。阿部義俊です。今回は、カメラを持ち歩く一番の理由は写真を撮ることじゃないということについて話をしてみようと思います。もちろん写真を撮るためにカメラを持ち歩くわけですけど、これ写真を撮る以外の何の機能もない物体なので、当然写真を撮るためにカメラを持ち歩いてるわけなんですけど、でも一番の理由は写真を撮ることじゃないっていうとちょっと語弊があるので説明が難しいですけど、でも例えば写真を撮るっていうことだけで言うんであれば、スマホでもいいわけじゃないですか。僕は、今これ iPhone 16 Pro Max を買って、なるべくこのカメラと、近いような使用感にできないかと思って、iPhone 側にもストラップをつけて、そのカメラぶら下げて歩く時と同じようにこういう感じで持ち歩いていて、で iPhone 16から、ここにカメラコントロールがついて、こんな感じでこんな感じで、写真を撮ることができるようになったわけじゃないですか。なので iPhone をこうやって持ち歩いていれば基本的にはiPhone で写真を撮ることができるわけですよ。そして僕は13 Pro Max からこの間16 Pro Max に買い替えたんですけど、買い替えた当初はあんまり変化がなかったんでちょっとしょぼんとしてたんですけど、カメラを使い込んでいくうちに望遠のその5倍のズームが、なかなか使い手があって面白い。被写体にかなり、寄れるんですごくマクロに近いような撮り方ができたりして、面白いと。あと超広角が4800万画素になってだいぶ、写りが綺麗になって、でそのあたりも非常に使い勝手が良くなって、で、さっき言ったみたいにカメラコントロールがついて、カメラコントロールについては、まださっぱり使いこなせていなくて、未だに研究中という感じですけど、ここの位置が僕としてはカメラコントロールがついた時には当然こういう風に持ってカメラを操作する、これ押し込めばシャッターになるんで、当然こういう使い方を想定していたわけですよ。こうやって、持って写真を撮ることができるようになれば、これはだからなんていうかな、今までのこのスマホのカメラってカメラ機能のついてるこれスマホじゃないですか。だけどこういうカメラと同じような、例えばそのスタイルで写真撮ることができるようになったら、これはスマホ機能がついてるカメラになるんじゃないか、そういう感じで使い勝手が上がるんじゃないかって、そこをかなり期待してたんですけど、今のところちょっとそこまで使い込めてないというか、このボタンの位置がこの辺にあってくれればすごくそれができたと思うんですよ。ただ随分奥にあるんで、なんていうか非常にこれなんでだろうな、一説には右手で縦持ちしてここで親指で操作する、とちょうどいい位置にあるんじゃないかっていう、説もあって、そうかなと思ったんだけど、それでもちょっと使いづらい。押し込むことはできるけど、この上下の、スライドさせて切り替えるのがやりづらかったりして、結局やっぱりお手持ちでこうならざるを得ないような、スマホに慣れてるっていうか、そのスマホ世代で写真撮ってる人はそのこういうカメラの経験がなくていきなりスマホから入ってるような世代の人は、もう写真が縦持ちが当たり前に、動画もね含めて縦持ちが当たり前になってきちゃってると思うんですけど、自分はやっぱ古い人間なんで、未だになるべく横で撮りたいんですよね。だけどその時にちょっとこれをなんとか活用したいと思ってるんですけど、未だに使いこなせずにいたりはするんですけど、そんな感じでとりあえず、iPhone あるじゃないですか。で、iPhone があれば写真自体は撮れるじゃないですか。その画質がって言ってもだいぶ綺麗になっているんで、条件がよほど特殊なとは言わないけど、でも例えばこういう大きな、そこそこの大きさの重さのカメラを持ち歩いて、写真を撮った時に撮れてる写真自体がものすごく劇的に違うかっていうと、違うっちゃ違うんだけど、でも別にこれで写真機能に不満はないわけですよ。なので別に iPhone でもいいんだけど、でも iPhone しばらくだからiPhone しかないような状況みたいなもの、外にちょっと買い物に出るみたいな時に、カメラを持ち歩かないで出るみたいなことが何回かあったわけですけど、その時とかに、でも iPhone 持ってるから何かあったら iPhone で写真撮ればいいやって思ってたんだけど、意外と撮らないんですよね。撮るには撮るんだけど、カメラを持ち歩いてる時と、iPhone とかスマホを持ち歩いていて、スマホでカメラがついてるから写真撮ろうと思う時とでは、撮る写真の完成度が違うっていうよりは、カメラを取り出すタイミングとか写真を撮ろうって思う、瞬間が違うんですよ。そのことに気づいて、iPhone 持ってて写真を撮った時ってどういう時かというと、大体家族で行動していて、
子供が何かやってなんか面白かったんでこれ記念に撮っとこうみたいなことがあったりか、ご飯を食べて料理を写真に撮ってこうと思った時か、なんだろう、道端に猫がいた時とか、大体そんな感じなんですよ。多くの人がそんな感じじゃないかと思うんですけど、これはライカの M11P ですけど、こいつを持って、そしてレンズはこの間ドリキンさんにいただいた、ズーミクロンの C40mm の F2 ですけど、当分はこれでいくつもりですけど、このカメラを持ち歩いてる時には、何かあったから写真撮ろうじゃなくて、まず写真を撮ろうなんですよ。写真を撮る、写真を撮ろうと思って外出したんじゃない時でも、カメラを持ってる時は、ぶら下げてる時とか、あるいはこうやって手に持って歩いてる時とかは、写真を撮るっていうことが自分の日常の何気ない行動ランキングの上位に来るわけですよ。で、そのことがすごく大事。自分の行動の選択肢の序列を変えてくれるってことが、僕にとってはカメラを持って歩くってことの一番大きな理由で、スマホではそうはならないんですよ。撮りたいものが現れた時に写真でも撮ろうかなと思ってスマホを取り出してるんで、カメラを持ち歩いてる時にはまず写真を撮るってことがかなり自分の行動の上位にあって、だから道歩いていて写真に撮れるものが何かないかなと思って探しながら歩くようになるわけですよ。なので例えばだからちょっと散歩して帰ってくると100枚ぐらい写真撮ってたりするわけですよ。でそのことがすごく大事で、そして写真撮ってること自体は非常に楽しいじゃないですか。なのでなんていうかな、僕にとってはだからカメラの、非常に大きな役割は、自分の日常の無意識の行動の序列を変えてくれるっていう、ことになります。で、そうだな、なんか自分はこれで写真が上達してたらもうちょっとかっこよく何かこういう話ができるんですけど、あまりパッとしないというか、あんまり変化はないわけですけど、それでも何がしかたくさん撮ってるとね、下手な鉄砲も数じゃ当たるじゃないですけど、それなりになんかいい瞬間とかね、雲が綺麗とか夕日が綺麗とか、何がしかいい瞬間に出会えて、写真が撮れたりもするわけじゃないですか。それがなんていうかな、スマホ持って歩いてる時だとなんだろうな、そのことに気づけなかったりするんですよね。要するに日常の自分の行動、これは誰でもそうだと思うんですけど、一日のうちの取ってる行動の半分以上が何割だっけな、かなりの割合が無意識の行動で、要するに人間ってほとんど意識を持ってこう日常寝てるわけじゃないですから、起きてる間当然自分が覚醒していて意識を持って自分で行動を選択しているように見えるんだけど、実はほとんどの行動は無意識でオートパイロットのように生きていて、何か突発的に出来事があった時に、意識して何かをしようって思うみたいなんですよね。なのでポケットしてると習慣的な行動だけで、一日が終わってしまって変わり映えのない日常を繰り返すことになっちゃうわけですけど、スマホを持って歩いてる時には別にスマホをディスるわけではないですけど、こいつ自体が暇つぶしの道具だったりとか、日常の雑事をこなすための道具だったりする面があまりにも大きすぎて、これを持って歩いてる時にはそれこそ何か隙間時間でゲームをやってしまったり、音楽を聴いてしまったり、なんか動画を見てしまったりするわけじゃないですか。なのでスマホのカメラ機能がどんなに進化しても、これがスマホである限りは結局のところさっき言ったみたいな日常の行動の序列を変えてくれないっていうか、悪い方に変えちゃうっていうか、暇つぶし方向に向けて大きくこいつが上位に来るじゃないですか。なんか本当になんかちょっと隙間時間あったらちょっとスマホを手に取っちゃいますよね。それがカメラを持ってる時にはスマホを取り出そうと思わないんですよ。そして、写真なんか、撮るものないかなって思いながら歩く。そして 40mm のレンズをつけて歩いてる時にはなんかやっぱり自分の目線もその 40mm になっていて、40mm ぐらいの画角で街を歩いてる時にも何かその目の前の風景を見てるんですよ。これは 21mm をつけてる時にはすごい 21mm で歩いてるんですよ。でライカなんで、基本的にはあまり寄れないけど、例えばマウントアダプターとかをつけて、ぐっと寄れるレンズをつけて歩いてる時にはなんかこうクローズアップして何かを観察しながら歩くんですよ。そういうことも含めて日常の自分の行動のアフォーダンスというか、無意識の領域の順序を変えてくれる道具として、今自分はそのカメラをできるだけ持ち歩くようにしています。で、じゃあそれは意識して iPhone だってそのカメラのような気持ちで歩いて被写体探しをしながら歩けばいいじゃんってことに思う人もいると思うんですけど、これがやろうと思えばできるってことは
大体においてできないんですよ。なんていうかな、さっきも言ったみたいに結局のところ人間の行動のほとんどはその無意識のオートパイロット的な行動で占められていて、で意識することは当然できるんだけど、意識し続けることはできないんですよ。なんでかっていうと、何かをそうやって意識して、例えば iPhoneをカメラのように使って被写体探しをしながら歩くぞって言った時には、意志の力で自分の行動の序列を変えなきゃいけないじゃないですか。でこれは長続きしないんですよ。意志力みたいなものが人間にはあらかじめ決まっていて、脳みそが出せるコマンドの個数が決まってるみたいなことで。そうやって例えばカメラを持ち歩いている時にはもう無意識のレベルでその行動の序列が変わっていて、写真を撮るがポンと最上位に来るわけですよ。それが iPhone の時には意識して写真を撮ろうって思わないと、そういう行動の選択肢の順番にはならないわけですよ。でもそれをキープし続けることはやっぱりなかなかできなくて、今言ったみたいに意志の力が限られているんで、それを消耗してしまうと、出せるコマンドを出し切ってしまうと、もう無意識の行動が先に来ちゃうんですよ。そして非常に脳が疲れるというか。なので何か例えばだから写真をたくさん撮る生活をしたいなと思ったら、それはもちろん iPhone で写真撮ることもできるんだけど、でもどっかでやっぱりよほどのことがない限りはカメラを持って歩くっていうことにしないと、なんかおそらくはそういう習慣づけが、できないと思いますね。iPhone でやろうと思ったらもうカメラアプリを常に立ち上げといて、カメラ以外のアプリをもう全部消すとかね、そのぐらいやらないとできないんじゃないかなと思います。だからこいつのいいところはもしかすると本当に写真を撮るっていう単機能で、それ以外の機能が何もないっていうことが非常に高度な機能になっていて、ライカでいうと最近ライカ M11D ってやつが出て、世界でなんだっけ2000台だっけぐらいしか販売されていない、非常に、どこに行っても品物が見つからない新製品なわけですけど、僕の身の回りですでにもう2人買っていることに驚愕するわけですけど、ライカ D は何が違うのかっていうと、背面に液晶がないみたいなんですよね。で、ここでファインダーを覗いて写真を撮ることはできるんだけど、撮り終わった写真がどういうものなのか、ここで成果として見ることはできない。昔のフィルムのカメラと同じ発想ですよね。それでライカ、M11D を買ったドリキンさんと写真家の西田渉さんとかが実験的に容量の少ない安い SD カードを大量に買って、写真のフィルムみたいに何枚か撮ったら SD カードがいっぱいになったら、それを取り出してなんていうか現像するというか、出来上がった写真を見る。それまではだから取り出さないで、自分が撮った写真がどういうものなのかが分かんないままにしておくっていう、デジタルなんだけどアナログっていうかフィルムカメラみたいな使い方みたいなことを提案していて、でそれが遊びというかカメラの使い方として非常に面白いらしいんですね、やってみると。でもそれってやろうと思えば当然ここでこいつも液晶をここのボタンで、切ってファインダーだけにするっていうモード自体がそもそもあるし、見ないって心に決めれば見ないってことはできるじゃないですか。だけどやろうと思えばできるってことはできないってこととほぼ同義なんですよ。それは意志の力でそれをやるってことはできるかもしれないけど、液晶画面ついてたら撮り終わった後ちゃんと撮れてるかなと思ってちょっと見たくなるじゃないですか。それを見ないっていうのはすごい意志の力を消耗するんですよ。でそんなことをやりながら一日じゃあ写真撮り続けられるかって言ったら、それは多分できないし、できたとしてもすごいストレスで楽しくなくなっちゃうと思うんですよ。それが液晶がついていないっていう機能がついているおかげで諦めがつくんで、見るという選択肢が強制的になくなるおかげで、フィルムカメラのような、ちょっとレトロな使い方みたいなことが楽しいこととして実現するわけですよ。iPhone も同じで、これをカメラだと思ってカメラとしてこいつだって 24mm とか 28mm とか 35mm とかそういう画角に調整して設定しておくことができるんで、例えば 35mm にして持ち歩けば 35mm のレンズのついてるカメラと同じような使い方になるんじゃないのって言えばなるんだけど、でもやっぱこいつの中に何ていうか暇つぶしのための道具がどっちゃりとゲームとかKindle とかYouTube とかApple Music とかいろんなアプリが入っていたり、あるいは LINE があったり X があったり、するわけじゃなくて、Instagram があったりとか、して、で家族から通知が来たりとかして日常に常に引き戻されちゃうわけですよ。でそれともうシャッターを切る以外の何の機能もついていないこいつとでは、やっぱり写真を撮る以外何もできないっていう非常に高度な機能がついてるわけですよ。でそれがちょっとスマホとは違うっていうところで、意志の力で何かを実現しようとすることはできなくて、仕組みを作るしか
ないんですよ。だから、写真をたくさん撮りたいと思ったらそのカメラを手に持って歩くしかなくて、最近で言えば僕はだからその手帳の習慣をまた復活させようとしているわけですけど、手帳を毎日使おうと思ったら手帳を毎日持ち歩いて、もう椅子に座ったら絶対にカバンから手帳を出して広げてそこに置くっていう習慣を、その部分、それは簡単なことじゃないですか。意思の力をあまり使わないで済むというか、ただ何も書く必要はなくて、ただ机に広げておくっていう。でそれを広げておきさえすれば、さっき言ったみたいな無意識の行動の順序列の中で手帳に何か書き物をするっていうものの順位がと2つ3つ上がるわけですよ。それによって手帳に何か書くとか、手帳を使ってなんかその思考の整理をするとか、そういうことのその序列が上に来るわけですよ。そうしないと、絶対実現しない。あれですよ。だからその iPhone とかで Kindle で読書をするっていう習慣を持ちたかったら、誰が言ったっけな、メンタリストの DAIGO さんが言ってたのかな。なんかiPhone の電源を切るときに絶対に Kindle を起動して自分の読みたい本の読みたいページを開いた状態で iPhone の電源を切って閉じると。そうすると次に起動したときに強制的にその Kindle の読むべきページがまず開くじゃないですか。そうやって順番を上げておくみたいなことをすると読書の習慣がつきやすいとか。よく言われるのは、だからダイエットしようと思ったらお菓子とか食べ物を目に見える場所から遠ざけておくとか、出すのがめんどくさい箱の中に入れておくとか、しておくと、そのお菓子を食べるっていう、無意識の行動の序列が下に行くんですよ。そうやって自分の一日の半分以上を占めている無意識の行動をあらかじめその仕組みを作って順序を変えなければ、何かを成し遂げることっていうか、何かやりたいと思っていることを実現することは絶対できないんですよ。だから勉強したいと思ったらもう本当にその教科書を開いて絶対に置いておくみたいなことをしておかないと、鉛筆を削っておくとかね。さっきも言ったけど、ダイエットお菓子食べないようにしたかったら、自分の通勤通学のルートからコンビニがないルートに遠回りでもいいから絶対にコンビニを通らないようにして帰るとか、そういうのが有効らしいですけど、なんでしょう、運動の習慣つけたかったら冷蔵庫を開けたら10回スクワットするとか、そんなようなルールを作っておくとかね。そんなような形で自分の無意識にやってしまう行動をコントロールしないと何かをすることはできないよと。そして今のところこのカメラが、今撮ってる、シグマの FPL とかもそうだけど、自分の中ではやっぱりカメラをぶら下げて歩いてるってこと自体が自分の無意識のその行動の序列を非常に強力に変えてくれる、ツールだってことが分かって、カメラを、日々持ち歩くようにしておりますということでした。皆さんも自分がこれを習慣にしたいとか、これを実現したいと思ったら無意識の行動の序列を変える、そのための仕組みを作るということを考えてみるといいんじゃないかなと思います。ということでした。ここはカメラとかガジェットとか手帳とか万年筆とか、そんなようなものの話をするチャンネルであります。チャンネル登録、いいねなどしていただけると励みになります。ということでした。はい、ありがとうございました。ではでは。